RC と5。こんにちは、ドスロボです。こんにちは、穴井です。穴井さん。はい。うなぎが好きな穴井さんって感じだね。確かに好きですね。美味しいですよね。美味しいです。好きな女性のタイプは。南の横ですね。南の横。あの子って年食っても可愛いよね。可愛いです。ね。はい、そうですね。中学生の時から。だいぶ。鉄仮面かぶってる系の時に好きになったって感じですよね。多分柳君わかんないよね。映像でも見たことあります。ヨーヨーピュって投げてお面がパカって割れるやつ。柳君もね、ヨーヨー投げると天狗のお面がパカって割れるんですよ。今日ね、穴井さんがでちょっとねすごい珍しいものを持ってきていただいたんで、そちらの方をねちょっと見せていきたいと思うんですけれども、買いました。これはね、アメリカのチームアソシエテッドっていうところのドリフトシャーシーがいつぐらいに出たのかな、半年ぐらい前かな。おそらく去年の夏ぐらいでしょうね。あ、去年、そんな前だったっけ。DC10 って言ってね、 RWD コンペティションドリフトキットっていう風になってます。でこれ多分出てきたのは今アメリカでドリフトっていうのはめちゃくちゃ流行ってるんですよ。びっくりするぐらい流行ってて、サーキットの数をもう100は優に超えてるんじゃないかなっていうので、まあマーケットがでかいんでね、日本のメーカーの方がこぞって向こうに今行ってる状態にはなってるんですよね。日本発祥のこのドリフトラジコンっていうのがね、本当に今世界でバズってる感じになってますんで、多分アソシも出してきたんだろうな。あと他にもアキシャルも確か出してましたよね。穴井さん、なんでこれ買ったんですか？アソシエイテッドだからです。もう昔からアソシっていうのはやっぱ憧れで、で12分の1の全日本とか出た時は、アソシの LC12 とかそういうの使ってて、やっぱアソシっていうのは憧れな。スリーカー全盛期の時に TC3 っていうシャフトドライブを作ったのがアソシ。穴井さんって何、全日本出てたの？全然出てました。ちょっと昔ですよ。ちょっと今聞きましたか？じゃあ上手い人じゃないですか、めちゃくちゃ。いやそんなことないです。いや、上手くないとね、当時の全日本って多分出れないと思うんで、今の全日本だったらね、台数少ないんで誰でも出れるらしいんで。誰もやってないっていうのがよくて。猛絶するのは分かってたんですけど、走らんラジコンはないだろうなという感覚があったので。分かりました。じゃあね、穴井さんのマシンの方をちょっと実際見ていきたいと思いますね。はい、これ穴井さんのねボディになります。これは柴田の180です。やっぱ塗り方一つで全然かっこいいね。これちゃんとモリタンステッカーも貼ってあるね。23年に GRK の最強決定戦に出て、その時のボディ剥がしてアソシエイテッドって貼ったんですけど、じゃあちょっとボディ外してもらっていいですか？ちょっと中をじっくり見ていきたいと思います。見てください。このやっぱりアソシーのね、ここのまずここのマークなんですけども、これアヤマンジャパンだったっけ？チーム AJ のポイポイポイじゃないの？ポイポイポイじゃないです。なんだ。懐かしいですね。柳君がね結構初心者を教える時、アクセルを抜く時とかあるじゃないですか。抜く時は一緒だよっていつも柳君が言ってるんで。その通りです。抜く時じゃないですね。抜く時は一緒です。抜く時は一緒です。これ結構ね今オプションパーツが結構ついてると思うんですけれども、本来はこの辺全部樹脂だったのかな。前のこういう今青いやつですね。これが全部樹脂でした。なるほど。じゃあこのダンパーも最初は樹脂だったってこと？ダンパーはノーマルです。ノーマル。ワイパーとサスマウント、あとバルク、あとは樹脂だったのがオプションで青くなりました。この辺ね。はい。今切れ角こんな感じ。今勝手に切っちゃったけどいい？全然いいです。はい。こんな感じになってます。しっかりと調整してありますね。このフロントのバルクがこういう風にあって、ここでポストが下に下がってるんで、フロントの合成っていうのは結構ありそうですよね。ありますね。今この合成っていうのは結構重要視されてるんで、アッパーアームとかもこの最初のその三角タイプになってて、これは強度が最初からあっていいなというふうに思いますよね。やっぱりここの合成っていうのは重要になるんで、ロアームはまだ樹脂のままになってます。そうですね。あと特徴的なのが、日本車じゃありえないハブが前後一緒。ここね。はい。バギー用ですね。はい。ハブね。前後一緒なんだ。なるほど。でこれね、合成ちょっと意外と横はそうです。しなるんだね。意外にしなるんですよ。裏から見てもらうとこういう感じでね、ちょっと特徴的なのがなんつうの、このリアのローアーム結構長いよね。長いですね。これサスマウントもちょっと狭めになってるんで、本当なんかツーリングカー
って感じですよね、昔の。まあどちらかっていうと今のドリシャっていうのは大会とかっていうストレートがあんまないじゃないですか、ストレートがなくてコーナーのゾーンをずっと通ってこいっていう風になるとやっぱりアームは長い方がいいっていう人も結構いるんで、まあそういうところなのか、それともただバギー用の S を持ってきたのかっていうところはちょっと分かんないですけどね、まあ、今のトレンドに沿ってるっては沿ってるのかなっていう感じは受けますね。モーターマウントがね、もともとは RD2.0 のこの辺と、もともとはここと真下、ガルムのノーマルの位置のモーターだったんですけど、モーターマウントをひっくり返すことによって、まあ、RDX 風なとこにつくよって今そうなってます。でアッパーデッキも2枚入ってるので、2枚ここにモーターが来ちゃうとアッパーデッキはつかないんで、バッテリーが真ん中に来てアッパーデッキも短くなる、両方とも楽しめる仕様にはなっているというところですよね。ギアボックスの方がこれ4ギアになってます。要はよく言う半トルクっていう風ですよね。なんでまあリアはちゃんと握ったら沈み込むという形になっています。ちなみにこれ今どのぐらいお金課金してます？シャーシだけで。シャーシだけでオプションの1万5000円ぐらいです。ということは全部で7万ぐらい課金してるのかな。7万円でこのぐらいねなれば結構いいのかなっていう感じはしますよね。じゃああと特徴的なこと何かある？とにかくフロントがいる車なんですよ。なるほど。フロントの合成感もバリバリですよね。メカの方にちょっと行きたいと思うんですけれども、アンプですか？アンプは RPX3 です。とモーターが DX1 ですね、横のタイプ R13.5 になってますね。この青いやつ出てるんだって思ったんですけども、これ実はマジックで塗っただけ。なるほど。サーボが RSST、 そうですね、でジャイロが SGS の023話ですよね。この車って最初はラックストッパーがないんですよ。なのでバンって振っちゃうと逆に折れちゃうんです。逆化になっちゃう。なので自分でポストを立てた。なるほどなるほど。さすが元全日本やることきっちりしてるね。いやいや、そんなことない、そんなことないです。この辺をテカテカにするのはもう昔の人だけです。このねカーボンの角のとこね、アロン塗ってツルツルに磨くんですよね。そう磨くんですね。めっちゃ綺麗にされてますね。オリジナルのスタビーです。これ？はい。タミヤの 420X のツーリングカー用のリアのスタビを使ってつけてます。やっぱ効く？全然違います。ただあったらいいのかないのかいいのかっていうのは分かんないですけど、多分路面の状況とかにもよると思うんでね。変わりますね。じゃあ走ってるところをね撮影したいと思いますのでよろしくお願いいたします。